こんにちは。波書道日本語レッスンのナミです。今日の動画は1月のトレンドを紹介する動画です。1月に日本で流行った食べ物や日本の伝統行事についていろいろ紹介していきます。これを見たら日本の1月のトレンドがわかります。日本語を勉強することができます。ぜひ最後まで見てみてください。では、行ってみましょう。はい。では、まず、1月に話題になった食べ物についていろいろお話しします。はい。皆さん、冬の旬のフルーツといえば何ですか？うん。日本ではいちごが旬のフルーツです。なので今コンビニに行ったらいちごを使ったデザートがたくさん発売されています。はい、今日私はファミリーマートとローソンでいちごのデザートを買ってきました。はい、まずこれがファミリーマートで買ったいちごのクッキーシューです。はい。これは普段は置いてない商品なんですけど、1月の旬のいちごを使った期間限定の商品が発売されていました。はい。いちごソースが入っていて、ね、美味しそうですよね。中のクリームもいちごの、ね、クリームになってます。はい。値段は税抜き213円。税込みだと230円です。はい。ちょっと開けたいと思います。見てください。すごいですね。なんか見た目が。うん。いただきます。なんかクッキーシューだからザクザクしてて美味しいです。うん。中のクリームもね、たくさん入ってます。うん。幸せですね。もう一つはローソンで買ってきました。じゃじゃん。クリームたっぷり、ふわもち冷やしクリームパンです。はい。いちごのホイップが入っています。これもこの季節だけの期間限定商品です。うん。税抜き178円。税込みだと192円です。ね、安いですね。はい。ローソンはデザートに強いコンビニというイメージがありますけど、実際に今日ローソンに行ったらもうデザートがたくさん置いてあって、ね、どれも本当に美味しそうでした。うん、でこれもね、ちょっといちごと書いてあったので買ってきたんですけど、もうちょっと食べるのが楽しみです。はい。さっき食べたファミマのいちごクッキーシューよりも結構甘めのクリームです。うん。なんかいちご感が強くて美味しいですね。うん。はい。では次は1月にあった伝統行事についてお話しします。1月には成人の日がありました。成人の日です。皆さん聞いたことはありますか？日本では毎年1月の第2月曜日が成人の日という祝日です。これは大人になった人たちをお祝いして、これから自立して頑張ってくださいねと励ますための日です。多くの自治体では成人式という式典が開かれます。2022年から法律上の成人は18歳になりました。ですが、多くの町では今でもお酒やタバコが解禁される20歳になる年に式典を行っています。なぜ
この行事が始まったんでしょう。もともと日本には古くから元服という儀式がありました。これは数え年で12歳から16歳までの子供が大人の髪型に変えたり名前を変えたりして社会の一員になることを祝うものでした。現在のような20歳をお祝いする成人の日は1948年から始まったと言われています。埼玉県のある町から、全国に広がったそうです。皆さん、成人の日といえば一番の見どころはファッションです。女性は振袖という、着物の種類を着ます。これは袖がとても長い着物です。一般的にこの振袖は未婚の女性が着るものと言われていて、格式が高いファッションになります。私も成人の日には振袖を着ました。親が着ていたものを代々着る家庭もあれば、新しく今の時代に合ったデザインの振袖を買う人もいるし、あと振袖のレンタルを利用する人もいます。私はレンタルしようと思ったんですけど、レンタル料金よりも振袖を買った方が安かったので買いました。綺麗に保管してるので見せることがちょっと難しいんですけど、可愛いと思ったものを選んで、買いました。すごく高いです。ちょっと値段は言えないですけども、ちなみに男性は成人式ではスーツを着る人が多いですけど、最近は袴という男性の伝統的な着物を着る人も増えています。1月は寒くてもう家から出たくないと思いますけど、この1月の第2月曜日の日はカラフルな着物を着た若者たちが街を歩いていて、本当に美しくて日本の冬の風物詩になっています。この成人式は自分の住んでいるその地域によって成人式のやり方がちょっと違います。例えばディズニーランドがある千葉県の浦安市ではディズニーランドの中で成人式を行います。なのでそこで浦安市に住んでいる、新成人は無料でディズニーランドで20歳をお祝いすることができるんですね。羨ましいですよね。私の住んでるところは特に特別なことはなくて、ただ20歳になる人たちが全員一つの場所に集まって、そこの市長さんの挨拶とか、そこの出身の有名人とかが来て挨拶してくれたり、軽い食事ができたり、そういう、成人のためのセレモニー、パーティーなどがありました。あとは人によっては中学校とか高校の友達と会って同窓会をしたり、する人も多いです。では次トレンド3つ目です。2026年1月、日本中で話題になっているアニメがあります。皆さんわかりますか？それは呪術廻戦の新しいシリーズです。知らない方のために呪術廻戦のストーリーをすごく簡単に説明すると、主人公の
虎杖裕二という高校生がなんかある日なんかとても強力な呪いのアイテムを食べてしまいます。そのせいで、いろんな怪物と、戦わなければならないですね。はい。その虎杖裕二という主人公が自分の運命を受け入れて仲間と一緒に、戦うというストーリーです。うん、まあ簡単に言うとデスゲームなので、うん、ちょっとね子供向けではないですね。はい。なぜこの呪術廻戦が今すごく盛り上がっているのかというと、この呪術廻戦のアニメが1月8日から第3期がスタートしたからです。この呪術廻戦第3期の死滅回遊ではこう大きなデスゲームが、始まるストーリーです。前のシーズンではあまり出番がなかった人気キャラクターの乙骨憂太などが本格的にアニメに登場するので、SNS では毎週トレンド入りするほど盛り上がっています。バトルアニメはちょっと苦手という人もねもちろん多いと思いますが、このアニメの中に出てくる食べ物や場所がとても人気です。例えばこの呪術廻戦では東京の渋谷や新宿がよく登場します。いや本当にお店とかその看板とかがそのままリアルにアニメとして描かれているので、アニメを見てから実際の場所に行くとなんかすごく感動します。はい。ここアニメで見た場所だと結構、ね、感動する人も多いです。今月末、1月30日からユニバーサル・スタジオ・ジャパンで呪術廻戦のアトラクションが始まります。アニメの世界を体験できる乗り物やキャラクターをイメージした限定フードもたくさん登場します。はい。で、今日本ではこの呪術廻戦のアニメの展開が毎日話題になっています。はい、もし興味があればネットフリックスなどの、配信サイトでチェックしてみてください。はい、今皆さんがハマっている日本のアニメはありますか？ぜひコメントで教えてください。そして最後4つ目です。皆さん1月に日本へ来るならぜひチェックしてほしい場所があります。それは東京の六本木で開催されている大たまごっち展です。皆さんたまごっちを知っていますか？はい、たまごっちを、知らない人のために少し説明すると、これは1996年に日本で生まれたデジタルペットです。手のひらサイズの小さな機械で、不思議な生き物たまごっちを育てます。だからご飯をあげたり遊んだり、病気になったら注射をしたり、きちんと世話をしないと死んでしまうこともあります。これが発売された当時は日本の女子高生や子どもたちがもう夢中になって、販売店の外に長い行列ができるほど社会現象になりました。私が小学生の時もたまごっちが大流行して、もうほぼクラスメート全員が持っていたほどこのたまごっちはすごく話題になった商品です。2026年はたまごっちが登場してちょうど30周年です。はい、昔たまごっちで遊んでいた世代の大人たちはもう懐かしいと思って再びブームになりつつあります。この
大たまごっち店を調べたら、もういろいろなグッズがあって、もう本当に可愛いです。もう子供の時はもう寝ることも忘れるぐらいもう夢中になってずっとやっていたゲームなので、もうね、たまごっちファンにはたまらないですよね。まあ本当にもう男の子女の子関係なくみんなやってましたね。はい、はい、今六本木で開催されているこの大たまごっち展は、ただ見るだけじゃなくて自分がたまごっちになったような体験もできるんだそうです。はい、面白いですね。はい、他にもこう30年前どうしてこのキャラクターが生まれたのか、当時の企画書や秘密の資料を見ることができます。ちなみにこの展覧会は2026年の2月2日まで開催されています。はい、六本木はもう観光地としてもすごく有名なので、お買い物のついでに行くのもいいですね。はい、今回は1月のトレンドをたくさん紹介しました。1月のトレンドの食べ物やアニメや、今やっている展覧会についていろいろお話ししましたね。はい、皆さんの気になったトレンドはどれですか？ぜひコメントで教えてください。いつも見てくれて本当にありがとうございます。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。